おいっすっすー、霊夢部長インスタを。おいっすっすー、マリちゃんもインスタを。今回は東方キャラの非常識すぎる日常生活を紹介していきますよ。そういえば幻想郷の住人の日常生活ってどうなっているのかめちゃくちゃ気になるぜ。摩訶不思議な幻想郷ならではの意外すぎる私生活に注目です。まずはじめに白霊霊夢とはどんなキャラクターなのかおさらいしていきましょう。マリサと並んでゆっくりでおなじみのキャラクターだけど、ゆっくり霊夢とは大きく異なっているんだよな。霊夢は幻想郷と外の世界を隔離する白霊大結界の管理及び時折に発生する異変の解決を生業とする白霊神社の巫女さん。白霊霊夢は巫女ではありますが、人間退治を専業としていて、前回紹介したように空を飛ぶ能力を駆使して妖怪、神を裁いてきました。巫女さんなのに最近は神様をよく縛いています。といったように数々の異変を解決し、危険な妖怪などと渡り合えるという人間にもかかわらずとんでもない力の持ち主。その絶対的な力から力の強いものを好む妖怪たちに気に入られて、神社では妖怪が溢れ返っているため、参拝客がめったに来ないという設定がありますね。それはもっと脇を広げるしかないね。とはいえ、力の強い妖怪たちが集まり楽しい宴会がよく行われますよ。まずヒエダー Q というキャラが著者の東方キャラたちの図鑑のような書籍である東方愚問式によれば、異変が起きていない時の彼女は、至って普通の人間である。参拝客の少ない神社をブラブラし、掃除しているふりをしたり、お茶を飲んだりしている。いや我らが主人公実はめちゃくちゃのんきすぎだった。でもこれは毒舌でおなじみの亜級観点からだから、実際はそうじゃないんじゃないの？さすがに私たちの主人公がこんなぐうたらな。はい、霊夢は非常にぐうたらんたん。いや幻想郷入りしたグーチョコランタンみたいに言うな。というか霊夢ってマジでぐうたらなの？東方文化新報の昼寝をしている霊夢の目撃情報によると、よく霊夢と一緒にいることが多いマリサによれば、霊夢？あいつはいつもあんな感じだぜ。とのことで修行はあまりせず日頃からのんきな過ごし方をしている様子。いつもそんな感じなんかい。そういえば東方地霊記伝で妙蓮寺で修行を受けることになった時は辛そうだったぜ。またそもそも本人もそう言っているのです。東方公式4コマ漫画の月の稲葉と地上の稲葉では霊夢が自分の日常を語るのですが、朝は掃除をしてその後お茶を飲んで少しまた掃除をしてお茶を飲む、だそうです。いや掃除かお茶しかしていないやないかい。あやには昼寝の写真なんか撮られていますしね。そういえば、食料とかはどうしてるの？実は買い出しなど、人間の里に顔を出すことも多いとのこと。なので基本的に食料は人里で買っているようです。また、公式漫画の東方茨河線では山菜を取って料理にしたり、マリサとオーバーオールに着替えて、タケノコを掘りに行ったりと結構自給自足も頑張っているようです。へえ、その年で自給自足なんてするなんてすごいな。ということは霊夢は料理もできたりするの？例えば東方3月生では霊夢がタラの芽を収穫してきたのですが、マリサにも料理をご馳走してあげていて料理もできることがわかります。また簡単でみんなで食べれるからか、お鍋もよくやっていますよ。山菜料理をよく食べているってことはかなり健康そうな食事をしているんだな。だからあんなに素敵な美は気になるんでしょうね。それは関係ございません。また実は霊夢は鼻歌を歌う癖があるようで、嬉しいことがあれば鼻歌を歌っていますよ。曲は小林幸子さんとかかな。そういえば霊夢の娯楽や趣味って何かあるの？やはり霊夢の娯楽や趣味で一番思い当たるのは宴会でしょう。白霊神社では桜がとても綺麗に見えるので、特に春は白霊神社での宴会が多いようですね。また霊夢は東方光林堂でうんちくを語るぐらいとても酒好きで、お酒をたしなむのも趣味。10代だけど趣味がババア。ただし宴会の後はみんな疲れて片付けもしないで帰ってしまうのが辛いようです。あらそれは災難だな。しかし宴会自体はとても好きで、公式漫画の東方水長家の最新刊では冬に寒すぎて、宴会が中止になった時があったのですが、気温が落ち着いてきた時にはとても嬉しそうに、みんなに宴会を誘っている姿が見られますよ。ほえ霊夢が跳ねて喜ぶって結構珍しいよね。みんなとの宴会がそれだけ好きなことがよくわかりますね。また娯楽では掛け事も好きなようです。なんといっても霊夢はとてつもない幸運というより予知能力に優れているので、掛け事に強いんですよ。例えば東方光林堂では、マリサとチンチロリンをして楽しんでいますよ。しかしマリサは一度も勝てないぐらい霊夢は運がいい。なるほど、得意なことだから好きなのね。この幸運が時には異変解決にも役立つんだよね。運がいい霊夢は確かに掛け事が似合っているって感じですよね。裏設定として霊夢が予知能力に優れている理由としては、制作者のズン氏が霊夢には予知する力を持っていてほしいという願いで付けたそうです。ほえそんな面白い裏設定があったんだ。また実は温泉が大好きで、水長家では鬼の四天王の一人星熊遊戯に温泉に誘われた時は素直に入っていたり、東方地霊伝では悟りに心を読まれた時は間欠泉は残したいと考えていたらしくかなりの温泉好きなのがわかりますよ。確かにのんびりやな霊夢は温泉が好きそうだな。個人的には東方鈴菜庵の帰ってきてすぐに布団に寝転がってせんべいをかじりながら本を読むぐうたら霊夢ですよ。視聴者さんの好きな霊夢ののんきシーンがあれば教えてくださいね。そ
れでは次に霧雨マリサの日常生活をご紹介しましょう。まず霧雨マリサは人間にもかかわらず魔法が使えるという特殊なキャラクター。通常魔法使いは2種類で、パチュリーノーレッジのような生まれ持ってもともと魔法使いになれたもの。そしてアリス・マーガトロイドのように、もともと人間から社食の魔法を習得して魔法使いになる者がいるんだ。社食の魔法とは魔力で自給自足できるので食事がいらなくなるのです。あと身体の成長を止める魔法の社虫の魔法を習得すると完全な魔法使いとなりますよ。しかしマリサは人間ながら魔法使い、疑似魔法使いといったところでしょう。人間なので当然魔力は生成できない。それじゃなんで魔法が使えるのか。マリサ曰く魔法の森で魔力を高めているかららしい。魔法の森は化け物キノコの胞子が宙を舞い、普通の人間は息するだけで体調を壊してしまうという危険な森だぜ。人間が住めるような場所ではないのに住んでいるところ、マリサがかなりの努力家なのがわかるな。そんなマリサの日常生活はどんなものか一緒に見ていきましょう。まずマリサは魔法の森に住んでいて、基本的には魔法を使えるようにするための下準備を行っているんです。やっぱり人間だから、魔法は自力で作り出さないといけないもんね。それで魔法はどうやって作ってるの？それが非常に過酷なものだった。まず、魔法の燃料は化け物キノコであり、これは地道に生えているのを探して摘み取るしかない。さらに、キノコは独自の調理法で何日も煮詰めてスープになる。そのスープを数種類使ってブレンドし、数日かけて乾燥させ固形物にする。それでようやく魔法の実験開始。それでやっと準備が終わったのね。あとはその固形物を投げつけたり加熱したり山の水で戻したり色々実験。そうするとごく稀に魔法らしい魔法が発動することがあり、成功しても失敗しても本にまとめ、また竹狩りから再スタート。注意、魔法を作るためにとんでもない作業量を強いられているんだな。そのため、一日は魔法の実験のために時間を費やしている感じでしょうね。霊夢とは毎日会ってそうなイメージですが、会うのに結構な期間が空いたセリフも見られます。またそもそも、マリサは霧雨魔法店を経営しています。しかも彼女の本業らしい。しかしほとんど仕事をしているところを見たことがないとのこと。いや何やってんだよ。店舗は彼女の家ですが、迷いやすい魔法の森に存在している上に、留守がちという最悪な条件が揃ってしまっています。アキューが言うに、まるで商売する気があるように思えないと言っています。ちなみに仕事は何をしているんだ？仕事の内容は、反響賭博の予想から異変解決まで幅広く受け付けるよろずやですね。ちなみに報酬は成功払いで、失敗の場合は一切お金は取らないと、意外と良心的。その辺はちゃんとしてくれるところ、マリサの本質がよく出ているな。また普段、神社にいることが多く、白霊の巫女に妖怪退治をお願いしようとすると、なぜか勝手に彼女が引き受けてしまうらしく、霧雨魔法店は霊夢と同じように妖怪バスター屋でもあるのでしょう。マリサの魔法はド派手なものが多いから美しさも重要なスペルカードとは相性がいいので、大抵の仕事は片付けられるんだろうな。さらに彼女はもう一つ仕事を持っています。それは泥棒家業。出たマリサといえば盗っ人だよな。アキューから見るとむしろ何でもやより熱を上げているらしい。彼女のモットーは、正々堂々と正面から突入し、正々堂々と借りてくぜと言いながら持っていくこと。正面突破は四季様に説教されたからなんだよね。いや盗みの方をやめないと、特に本類は持っていくことに罪悪感を覚えていないのか、被害に遭いやすいようです。ちなみに原作ではパチュリーはガチ切れしています。二次創作みたいに大切なものは盗まれなかったのね。またマリサは図書館から本を盗むイメージですが、原作でも本は非常に好き。スズナーンでは珍しい妖魔本のことを知っていて、相当マニアなのがわかりますよ。本は魔法の研究に欠かせないアイテムだからよく見る機会が多いんだろうね。またマリサは誰かといることが多く、一緒に何か面白いことをしていますよ。例えばカッパの川城に鳥とは茨河川で一緒に金塊発掘をしていたりします。マリサの金銭問題はこういったニトリと組んで珍しいものを発掘したり、妖怪退治で稼いでいるって感じっぽいね。他に友人として長い付き合いのアリスがいますが、お泊まり会も行っているようです。うっそマジ。エイヤショーバッドエンドではアリスがマリサの家に泊まっていくのは珍しいと書かれていることから、すでにお泊まりもしているっぽいんですよ。やったー、お泊まりだなんて完全にできてるじゃん。そして極め付けは東方地霊記伝の、寝込んだマリサがアリスに看病をしていた。はい、完全にこの二人できています。心配そうにマリサが氷を入れ替えるシーンがあり、なんと完全なアリマリが公式で見られたんですよ。アリスが寝込んだ時に家に入ることができたことを考えると、下手すると合鍵も渡している可能性すらあるね。まあさすがに恋愛感情はないでしょうが仲の良さは間違いないので定期的に遊んでいるのでしょう。また東方スズナーンのマリサの家のイラストが見られるのですが、レイムとアリスの姿が見られ家に遊びに来るようです。3人で王様ゲームしている説。そんな友人が多くいるマリサですが、実は魔法の研究は何のためにやってるのか、虚無感を味わう時期も見られます。あのマリサが魔法の研究で悩んでいることもあるんだ。東方水鏡化を見ると、魔法の研究は何のためにやっているのか目的が見えなくなった時期があり、かなり落ち込んでいる様子でした。あらやっぱりマリサでもそんな時期があったのか。しかしその後、水鏡化の主人公ミヨイちゃんの提案で魔法の研究が進むことになり、また努力を頑張っている姿が見られました。
マリサでもそんな時期があるんだって思うと、私たちも頑張れるよ。さあ続いていざよい昨夜の一日の日程はどんなことをしているのか紹介しましょう。紹介しなくてもレミリアお嬢様の子守です。結論から言うと彼女に休む時間はない。コウマ館のメイドに休暇はなく、プライベートは存在しないため、彼女の素顔はよくわからないとされていて、常にコウマ館で働いていることがわかりますね。ただ吸血鬼に仕事を強いられているわけではないようなので、無理やり働かさせられているということはない様子。前回のレミリアの日常生活を見る限り、本命輪と漫画の貸し借りをしてるほどだし従者に対してブラックなことはしていないようだな。白翼狼はブラックだったけどね。昨夜の一日は迷路のようなコウマ館の掃除、わがままを言うお嬢様の世話、役立たずの妖精メイドの管理、人間の里に買い出し、無駄に豪華な料理を調理と、休む暇はない。これだけの仕事量を一人でこなすには、時間でも止めないと到底無理らしく、能力を使って時間を止めながらやっているようです。時間がないぐらい働くってすごいな。彼女は好きでやっているので問題はないと思いますが異常すぎる体力の持ち主ということがわかります。また昨夜といえばコウマ館の料理担当ですが、人肉をさばいている可能性が高い。急にホラーすぎでしょ。コウマ館の住人は主に妖怪で構成されているため人肉料理は当たり前でしょう。ヤクモゆかりとの契約で定期的に人間を受け取っているんだよな。そのため、人間である昨夜は日頃人肉をさばいている可能性が高いのです。まあ妖精も料理はするようなので 100% ではないですが、それもそれで嫌だね。このように忙しくプライベートというプライベートはありません。昨夜に娯楽事はないの？やはり昨夜の娯楽の一つはお嬢様との散歩とか宴会と白霊神社のイベントの参加でしょう。レミリアは散歩が好きらしくて一緒に出かけることが多いようだな。また白霊神社のイベントで肝試し大会が行われたのですが、なんと昨夜がミイラに仮装してヨウムを驚かしているんですよ。あのクールそうな昨夜がまさかのミイラ仮装？さらに、この時はレミリアの姿が確認できないので、おそらく休暇をもらって参加をするほど。レミリアは夜に動くことを考えると確実に休暇を取っているじゃんか。こういうイベントの参加は楽しんでやってるのね。レミリアもレイムのことは好きですが、昨夜も白霊神社に一人で訪れることがしばしばあるからレイムに顔を見せに来たのも理由の一つかもですね。ある意味同じ巫女同士だし仲いいのね。またレミリアと一緒に屋台も開いたことがあり、太巻きの販売も行っていました。とにかく言えるのは人のために尽くしたり喜ばせることが昨夜の娯楽の一つっていうことでしょうね。続いてレミリアお嬢様の一日の日程はどんなことをしているのか紹介しましょう。レミリアお嬢様の優雅な一日はどんなものか気になりすぎる。お嬢様はコウマ館のテラスから見る景色がとても好きな様子です。幻想郷の目覚める様子が伺えるわと言いながら、吸血鬼なのに朝を満喫している様子。吸血鬼が朝を楽しむな。湖の光ぐらいなら全然大丈夫らしい。そんな景色を見ながら優雅に紅茶を飲むのが日課のようですね。また部門式の本命輪の説明によれば、命輪は格闘家でもあるので門番をしていると試合を申し込まれるようですが、コウマ館の主もその試合を見て楽しんでいると言われているようです。ということはコウマ教でも霊夢たちと戦っているところを見て楽しんでいた可能性が高そうだね。また昼間はコウマ館で眠り、夜になると散歩したりパーティーを開いたりしてはしゃぐだけはしゃいだ後、疲れたら眠るとのこと。東方暴月賞では実際にパーティーが開かれたシーンがあるけど、閻魔様の式英機や珍しく守屋の神々もいたりと、かなり高貴なキャラも来るほどだからコウマ館は幻想郷一の社交の場となっているようだぜ。その際は自らが主催者になったりとかなり陽気な性格が伺えますね。また早寝早起きが自慢らしい。やちえ姉さんと気が合うじゃん。睡夢層の様子だと夜型だとは思われるが霊夢が起きている時間に訪れたり、特注の日傘を差して昼間に活動していることもあり活動時間帯にばらつきが見えます。基本的には昼間に寝て夜に動くようですが、彼女は昼間も動いているって感じですね。棺桶で寝るため、寝室のベッドの上にバラを詰めた棺桶をさらに乗せていて、コレクションも一緒に抱えて寝ているようで結構散らかっていますね。ただし、暴月症では外で昼寝もしているため、別に棺桶じゃないと寝られないわけではない様子。寝るときはカリスマポーズなのかしら。夢の中で大きくなっているの想像してね。まずレミリアは散歩が好きなようで、東方部門式でも東方降臨堂でも昨夜と散歩が使われていて、幻想郷を散歩するのが好きなようです。お嬢様は散歩も充実してそうだな。そのついでに白霊神社に寄っていくようですね。そして勝手に訪れて勝手にお茶をしていく模様。幻想郷の賢者の役もゆかりも勝手にお茶するし、幻想郷のレディーは勝手にお茶をするらしいね。また娯楽としては妹のフランドールスカーレットと遊ぶことも多い。それはマジですか。なんか二人とも別々に遊んでいるイメージがあったよ。それが実はかなり仲良しだった。東方鈴菜アンではレミリアのペットのチュパカブラを一緒に眺めていて、ペット鑑賞を一緒に行ったり
しています。また書籍、東方文化庁では二人のコミカルな会話が見られるんですよ。確かフランドールのキュッとしてドカーンのところだよね。さらにグリモワール・オブ・ウサミでは昨夜には黙って弾幕花火大会に出ていて、昨夜が驚いているシーンなどがあります。ほえー、姉妹で抜け出して花火大会に出るなんて仲良すぎじゃん。このように実は妹ともよく遊んでいる様子。姉妹で遊んでいるなんて素敵じゃないの。そういえばマリサさんも妹とよく遊ぶらしいですね。失敗したらよく助けてくれるできた妹なんだとか。私ドラえもんだったの？続いて紹介するのは小明寺小石の日常生活です。それめちゃくちゃ気になってた。無意識の中にある小石ちゃんっていつも何してますの？まずこれを語るには小明寺小石の能力をおさらいしないといけません。能力の特徴としては相手の無意識を操ることで、他人に全く認識されずに行動することができる。たとえ小石が目の前に立っていたとしても、その存在を認識することはできない。なんといってもこの能力が厄介なのは操るとは書いてあるものの実際には操られてるに近いこと。能力自体が無意識に発動しているから本人が同行できる問題じゃないってことだな。これが非常に厄介で、他人に認識してもらいたい状況でも意識してもらえない。薄すぎるな。また性質上、悟りの独身は小石に通用せず、巫女の欲を読み取る能力もまた意味をなさない。要はないものは読まれようがないとのこと。ほぼ孤独で居続けないといけないのね。ただ唯一救いなのは子供にはイマジナリーフレンドとして認識されるようです。となると小石の一日は自分の意思とは関係なくちょっと大げさだけど能力に操られているから勝手にどこかにフラフラ寄っちゃうのね。なのでどこにいるのか何をするのか見当がつきません。東方蜃気楼の小石ストーリーのあらすじでと夢も希望もない、毎日がそんな生活だったとされています。が、蜃気楼で大きく変化が起こったのだ。蜃気楼では宗教家たちが信仰獲得のために戦っていましたが、小石も運よく参加することができた。その後3戦目の霧雨マリサとの勝負ではマリサ派小石のことに気づくことができた。なるほど、勝利したことで注目が集まり認知され始めたんだ。そこからは気づいてもらいやすくなり、幻想郷の住人との交流もありますね。またマリサみたいに収集癖があるようで、ニトリに怪獣のフィギュアと思われるものを欲しがっていたり、神妙丸のお椀に入りたいとも言っています。さすがに小石ちゃんの大きさだと無理でしょ。希望のお面も拾っていて、蜃気楼のストーリーが始まったりしたもんな。なので珍しいものを日頃から収集していると思われますよ。なかなか私たちと同じで小石ちゃんは日頃からオタ活をしているらしい。小石ちゃんも同志だったとはね。他には人が集まる場所が好きらしく、東方文化新報ではお祭りに来ている小石が見られます。串焼肉が食べたいんだ。可愛いじゃないの。小石はかなりマリサに近いような日常を過ごしているようですね。だから相性が良くてあんなにも仲がいいのか。視聴者さん的に他にもこんなキャラの日常生活が知りたいというキャラがいれば教えてくれよな。また初見でわかるわけがない激ムズ能力についてもご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。